Meshtabi Season 5今回のMeshtabiは札幌近郊長沼界隈9件です。それでは早速 Let's get it started 1. Naganuma Paimi 長沼のメインストリートにインターナショナルなお店ができてました。2021年オープン、日本人とオーストラリア人のハイブリッド経営というお店。長沼にも楽しいお店がいろいろできてきましたね。すごいビー玉みたいな綺麗なグリーンのお目目が素敵なダンディー。カールさんが流暢な日本語でテキパキと対応してくれます。エスプレッソ系のドリンクとパイが飛ぶように売れていきますね。テイクアウトのドリンクで5、600円するんだけども、すごい勢いで売れてましたね。なんか絵になりますよね。やっぱり外国人の方ってカールかっこいいぜ。ねえ、素敵。駐車場待ちの並びが出るほどの大人気でしたね。パイは想像とはだいぶ違う。もはやパイに包まれた小籠包のような肉汁ジュンジュワー。ねえ、スープ入ってんのってくらいやけど注意のやつ。中の具はお肉がゴロッゴロスパイシー。辛いのスパイシーじゃなくてスパイスとかハーブが効いてる感じの感じ。パイの生地がザクザクで食感がええです。今回はデザートパイは売り切れだったので、ぜひいただいてみたいわね。2. Naganuma Te Wuti Soba Kakitsubata こちらも長沼のメインストリート337号線沿いにあるお蕎麦屋さん。蕎麦を打つイラストが大きく描かれた外壁が目印のお店です。こちらはハードルが高め、行列のお蕎麦屋さんですね。週末のお昼時は大混雑なので注意が必要です。はい、そうなんです。こちらは幌加内産 100% の蕎麦粉を使用したお蕎麦がいただけるっていうじゃない。しかも2色せいろがあるの。なかなか2色でお蕎麦出してるお店少ないから貴重だよね。なのよ。店内がそんなに広くないのでオープン30分で満席。これは並ぶのしょうがないですね。早速2色蕎麦を早速2色蕎麦を注文。どうかな、お味の方は。はい、時期的にそこまで蕎麦の香りはしないんだけれども、喉越しのいい細打ちの二八蕎麦。やはり田舎の方がコシが強くて好きなタイプ。せいろは優しい柔らかな口当たりで美味しいけども、好みが分かれそうですね。見た目も美しいほんのり甘めの蕎麦つゆといい相性。美味しくいただきました。やっぱ田舎か。はい、田舎者なんで。俺はシティボーイだけど、City Boy 蕎麦は田舎派だな。誰がシティボーイ？シリーボーイでしょ。 Silly どう Boy いう意味？シリボーイって。シリに聞いて。3. Naganuma Morishita Shohuan はい、長沼といえばかりんとうまんじゅう。以前もご紹介しておりますが、うちのおいちゃんが大好きでしてね。かりんとうまんじゅう。そうなんです。もともとかりんとうが大好きなんでね。かりんとうまんじゅうってどんなことになってんのかなと思ったら、かりんとうのようなまんじゅうでした。いや、そのまんまやないかい。外側は黒糖でカリッとした食感、中には滑らかで柔らかなこしあんが入ってて、歯が弱くなっちゃったおじちゃんでも美味しくいただけます。いや、そんな硬くないし香ばしくて美味しいね。シュークリームも今時150円なんて嬉しいわ。どこか懐かしい感じのシュークリームだけど、カスタードは甘さ控えめね。店内にイートインコーナーがあって無料でコーヒーまでいただけちゃうんです。こりゃいい。お土産買うもよし、かりんとまんじゅうでコーヒーブレーキするもよし。ここのかりんとまんじゅうとうさぎ屋さんのシナモンドーナツはこの界隈では外せないスイーツね。シナモンドーナツもすごかったね。スーパーやコンビニにやたら積んであったね。すごいよね。売れるんだね、やっぱり。4. Naganuma Shandy Neva's Cafe はい、なんとも浮世離れした小麦畑の真ん中にございます。街道らしい素敵な可愛いお店。なんとこちらのお店は築60年以上の古民家をオーナーご夫婦とその仲間たちで1年かけてセルフリフォームしたそうなんです。映画のセットにそのまま使えちゃいそうな雰囲気ですね。見てこの看板、数年ぶりの胸キュン物件でござる。これいいよね。BGM をつけたくなるような風景が広がっておりまする。
なんとこちらのオーナーシェフが本場インドでスパイスを学んで作り上げたというこちらのカレー。日本人が美味しいことしちゃった系のインドカレーなんです。はい、これ美味しいのよ。食べ終わる前にもうまた食べたいってなるくらい。あら、チキンマサラはしっかりルータイプで、ジャワの中辛くらいの辛さ。エビココはマイルドなココナッツの香り、ほんのり甘い。最初は1種類ずつ味わって、徐々にダルやヨーグルトなんか混ぜのパパドのパリパリ食感も癖になる。パパド？パパドはインド料理でよく食べられる薄焼きのせんべいのようなもので、豆や米粉を塩やスパイスを加えて生地を作り、薄く伸ばして乾燥させたものを揚げたもの。直接カレーをディップしてもよし、細かく砕いて混ぜるもよし。とにかく最後に全混ぜすると最高潮に美味しいでござるよ。やっぱあれね、日本人って美味しいことするねえ。またロケーションがいいよね。小麦畑に囲まれててさ。あ、そうそう、何やらシャンディニーバスバダックってのができたらしいんでね。シャンディニーバスバダック？そうなんだ。なんとケンブチにもお店ができたようなんですね。幌加内ケンブチツアーが楽しみです。新そば祭りの時だね。楽しみねえ、今年で大掛かりな新そば祭りは最後ということなんでね、幌加内寂しいですね。ゆいぴーさんが教えてくれました。そうそう、やっぱ大行列になりそうよね。前乗りしなきゃ。ゆいぴーさん、いつもありがとうございます。っていうか、ゆいぴーさんって何者？ねえ、俺たちより飯食べてるね5. ニューヨーク Nan Polo Onsen Heart and Heart. 待ちに待ったナンポロ温泉リニューアル。やっとこさ初訪問でござる。テレビでも紹介されておりましたが、何やら気合の入ったサウナ施設に生まれ変わったっていうことでね、浮き輪を抱えて海水浴気分でサウナーでございます。はい、今までのお風呂の他にサウナ棟が増築されて綺麗でしたね。だけどニューサウナは120分制限。受付にロッカーキーを介して通常のお風呂には入り放題という、ちょっと世話しないかな、西野かな。そうだね、メシタビーズの場合サウナは3時間欲しいタイプなんでね、巻きってことになりました。というかさ、サウナ自体は2時間ありゃ十分なんだけど、1回着替えてサウナ出なきゃならないっていうのはちょっと煩わしいかな。ねえ、女子にはとてつもなく重荷になるもんね。これ予想外の展開よね。大浴場に扉があって、その奥にサウナゾーンみたいなイメージしてたからさ、サウナゾーンにも湯船がありゃいいけどノー湯船だからね。そうそう、ちょっとびっくりなシステムでしたね。だけどサウナは完璧でしたね。20分おきのオートロウリュマシンが入った新しい気持ちいい素晴らしい茶室。20人は入れそうな広さにゆったり10人って感じ。タッチシャワーもあるし、水風呂がなんと個室になってる。一人サイズが3口あるよ。ねえ、びっくりした。いいねあれ。アウトサイドには広々スペースにインフィニティチェアが5脚並んでる。混んでたらインフィニティチェア争奪戦争勃発しそうだけど、全然空いてたのでもう満タイ。まあ平日の日中だったんでね、この時は。これ贅沢な作りでしたね。露天スペースがもったいなすぎる。ねえ、思った。バレルやテントサウナ並べりゃ最高な施設になるのにね。ああ、すんごい広いからね。桶でいいから水風呂も外に置いといてもらったら最高だよね。そうそうって勝手にプロデュースすな。まあ今後の進化に期待ですね。ね。 6. Today's Katsu Curry. Holo Mui. Drive in Tamora. 1972年創業、12号線ホロムイのドライブインにドライブイン。 Drive-in. あえて1時過ぎに来てみましたが大人気のようです。こちらも視聴者さんのカツカレーうまいぞタレコミいただきましてね、やってまいりましたんですが、店内見渡すとカツカレー食べらっしゃるペイポーが非常に多い。これは期待が高まります。しかも女子率高めに加え、女子もカツカレー食ってるんでびっくり。ねえ、はい、カツカレー美味しいですね。これ銀のあれにカレーが入っている。はい、銀のあれ魔法のランプスタイルでござい。これグレイビーボートっていうんだよね。Gravy boat. 船なのね。
はい、辛さは控えめでお子様でも万人受けするカツカレーって感じ。ざっくりカットされた玉ねぎと豚肉がたっぷり入ってて甘みと旨みもしっかり。カツはカツ厚150万ってとこかな。これも食べ応えのあるハイカロリーなワンディッシュになっております。辛さは足していただきたいが非常にバランスの良いナイスなカツカレーでございますね。女子がカツカレーを食べる時代ってなんか革命的ね。2025年新しい地球が来たかなっていうか、もうちょっと美味しそうにカレーかけらんないかな。ね思った。7. Naganuma Kaliusha Reishi Te. 長沼の大人気町中華、本日最高気温32度ってことで中華が美味しい季節到来。はい、四川式麻婆豆腐&麻婆タンメン行かせていただきます。ここの大将のこわもてからは想像もつかない美味しいのが出てくんのよね。だけどさ、大将腰痛めてっから心配なんだよ。忙しい店だからね。そうなの。実はこの前の日も来たんだけど張り紙がしてあってね。そうなんです。本日腰やっちまって臨時休業します的なね。そんな雑な感じじゃない。あ、そうなの？だけどやっててよかった。すごい混んでますね。口コミを読むと皆さん担々麺を絶賛されてましてね。そうなの。担々麺マジうまいから担々麺もまた食べたいんだけど、今回は麻婆大会ってことでね、楽しみ。麻婆タンメン辛かったね。これ無声帰りながらなんとか完食したけど、風呂上がりなのに汗だくさ。こりゃ風呂上がりに食べてはいけないと思いましたね。タオル持参アイルトンセナですね。四川式麻婆は甜麺醤の甘みが感じられる辛いけど食べやすい麻婆。土鍋でグツグツまぐまってるので完全やけど確定なやつだけど美味しい。これはライス必須ね。ライスはいるね。麻婆豆腐はオンライスが基本ですから。ライスなしだとさ、なんかカレーのルーだけ食ってるみたいじゃん。確かに、ビールでもいいんだけど。やっぱライスだな。皆さんは何派？ 8. Naganuma Hoku Hoku An. 長沼の小麦畑の中に長沼の小麦畑の中にございますうどん屋さん。この夏久々に恋に落ちたうどん屋さんでございます。素晴らしいロケーションですね。庭先にずっと座っていられそうなそんな場所でしたね。え本当に素敵なお店。お庭にいろんな可愛いアートが無造作に置かれていて見てるだけで楽しい。独特の雰囲気がとっても好きな感じ。以前は札幌市内の北4条東4丁目にあったのだそうですが、知らなかったですね。ホクホクあんねえ、現在は2代目さんがここ長沼で引き継いでらっしゃるそう。カウンターに座ると目の前にこれぞ北海道っていう絶景がポワーッと広がっております。黄金色の小麦畑が一面に広がってて、なんとも綺麗でございますね。見ているだけで癒されます。うどんはかけと決めておりますのでね、熱いけどおいちゃんはかけをいただきます。私は冷たいのが好きなので納豆を一すすりで目が点。硬っ。人生で一番硬い。腰強すぎる。笑っちゃうくらい硬いうどん。すごいよね。びっくりした。あ、日本一かも思いましたね。ねえ、でもこれ好きですね。おいちゃんすするの途中で諦めてたよね。はい、私の老化した肺活量では吸い上げられる代物ではございませんでした。これはすごいわ。四国でも出会ったことのない強烈コシ強なおうどんでございました。札幌の寺屋さんよりコシ強いね。これナンバーワンなんじゃないかしら。隣のご夫婦の食べていたざるうどんが美味しそうでしたね。なんと美しいおうどんでございましたでしょうかね。つやっつや。今度あれ絶対食べる。あとここ鍋焼きうどんが有名っていうことだからね、また来なきゃだね。このうどんで鍋焼きは最高にうまいに違いない。間違いない。だけどやはり夏に熱いうどんはきついですね。汗だくになりながらもでも非常に美味しかったので感膜でございました。おつゆが美味しい。これは讃岐でも戦えるおつゆじゃないですかね。 9. Nan Polo Ichaku Go Soon. こちらも長沼南ポロ線沿いの畑の真ん中にある古民家カフェ。
もともと七重町でカフェをされていて移転されてきたんですって。食事は11時から予約のみというお店ね。そうそう、前回開店時に来てみたんだけど入れなかったんだよね。そうなの。ってことで予約して伺いました。店内には昔の家具やらちっちゃいいろりがあったりと、ノスタルジックでいい感じっく。なんとご主人は生まれたてのベイビーちゃんを背中におんぶしながら接客されていて、これも演出って思っちゃった。生まれたてって、1歳ぐらいかな。なんともいろいろ昭和感いっぱいでほのぼのしちゃいますね。はい、こちらがお昼ご飯コースです。こちらでは2種類の体に優しいランチコースがいただけます。1食5寸のお昼ご飯コース2200円っていうのと、1食5寸の満喫コース3100円の2種類。違いはミニデザートか選べる2種類の甘味プレート。ランチとしては贅沢ですが、デザートドリンクまでついてるんでやんすからね。メインは一緒ってことなのかな。そう、デザートの充実感が違うようです。これあれだね、ビジネスランチャーというよりゆっ Business luncher. くりランチでおしゃべりをみたいな女子マママダム系会食にぴったりだね。お献立は北海道産揚げ鶏と季節の野菜、塩レモンごまだれ。メインの揚げ鶏とナスはレモンだれでさっぱりとろっとあんじたてで、これがまた爽やかで美味しかった。もうパクりたくなる味付けだったわ。パクって作ってできるかな。でもこちらの料理は濃ゆい味好きの方向けではないのですが、体の中から健康になれる感じがする女子大好き系カフェだね。ナチュラルな感じがいいですね。そうそう、結構お母さんも連れていらっしゃってるファミリーが多かったね。そうだね、ちょっと年齢層高めな感じ。そうそう、札幌から来た視聴者さんご夫婦にお会いしたんでやんす。飯旅視聴者さんにしてはかなりお若いご夫婦だったね。嬉しかった。お声かけてくださってありがとうございました。ところでグリーン、なぜに一食5寸なんだい、ここのお店は。かつて七重町で営業されていたお店が465カフェってお店で、465って数字を和風に変換したのが一食5寸ってわけ。一食5寸ってのは45センチくらいなんでね、大体。で465カフェってのは地球の自転速度毎秒465メートルが由来だそうよ。なるほど、自然に逆らわずナチュラルにって思考が感じられますね。でも毎秒465メートルってさ、どんな速さ？これ時速にするとなんと約1674キロだそうだ。そう、地球がそんなに速く回ったら目回っちゃうじゃん。ちなみにメリーゴーラウンドは毎秒1メートルのスピードってことは、地球はメリーゴーラウンドの465倍の速さで回っちゃってんの？そういうことになるね。さがよ。Jikano Meshatabiwa Gachi Day Mata Tabathai Sapporo Kinko Unikai Death O Tano Shimi Ni See you soon。 最近あれですね、飯旅見つけられることが増えてきて嬉しいやら恥ずかしいやらでございます。恥ずかしいよね、とっさだとね。そうね。はい。グリーンが発見されるパターンが結構多いんでね。そりゃ後ろ姿見りゃ一目瞭然だからね。わかるもんなんですね。いや、わかるでしょ、そりゃ。そもそもステルス YouTuber をやってるっていうのは顔を出すのが恥ずかしいってわけじゃなく、リアルな飲食レポートをお届けしたいっていうことから来てる顔出しなしよなんでね。そうですね。っていうのがね、我々も飲食店やってたから分かるんですけど、例えばテレビの取材が来ますとかって言ったら、もう超構えるわけですよ。そうですね。当然料理も綺麗に盛り付ける、普段とは若干ちょっと盛った盛りになってたりとかっていうこともありありなんで、そうね、彩りとかね。これ飲食店あるあるなんですが、そういうのなしに取材を撮影をしたいっていうのが我々のポリシーなんで、普段通りね。そうなのであんまりバレちゃうのは本意じゃないですよね。顔がもし出ちゃってると、またお店の方が飯旅来たから
ちょっとちゃんとしなきゃみたいに構えるのと、いつも見てますとかつって話になって、これよかったら食べてくださいとか、そういう施しが出てきちゃったりするパターンもありありだと思うんですよね。でそうなっちゃうともう本当にほら我々のスタイルっていうのは、食べて美味しい、また来たいって思った店だけを動画にしてるんでね、それ施しを受けたらお蔵入りにするわけにいかなくなっちゃうっていう義理人情が発生してきますんで、そうね、自民党成人のようになってきますんでねまあね、マスゴミのようになってきてしまいますので、それはしたくない。何ら変わらなくなってしまうのは嫌だということで、今まで通り、ステルスでバレないように活動を続けてまいりたいと思いますんで、よろしくしなちく。お店をやってるとね、顔がバレてたじゃないですか、お店をやってる人っていうことで、で街を歩ってると挨拶されるんだよね、一日に何十人何百人って来るお店に立ってて、それなりに顔が割れてたので、そこら中で挨拶されるんだけども、全く誰だかこっちは分からないみたいな状況が生じてくるんだよね。そうするってちょっと息苦しくなってくるというか、ナチュラルな人間なもんですから、本当は全然分かってないのに「どうもお久しぶりです」とか「お元気ですか?」とかっていうやり取りをするようになっちゃう自分たちがちょっと怖くなってくるっていうかさ、ちょっと上辺の挨拶とかね、取り繕うのにね、それに疲れてくるっていうのが嫌で、ちょっと旅に出たくなるという習性がございましてねその頃からそうなんです、でもこっちは分かんないけど向こうは知ってるっていうパターンが多くて、例えばサウナですっぽんぽんで口開けて寝てても、こっちは全然気づいてないけど向こうにはがっつり見られてて、でこの前ああだったよねこうだったよねっていう話が従業員経由で聞こえてくるっていうね、それもね困っちゃうね。そういうのもあって面はバレたくないなと、店どころの話じゃないですかね、これインターネットの世界、チャンネル登録者さんだけでも5万人近い数になってきてるんで、ありがたいことに、ちょっとねサウナでリラックスして口開けて寝たいんで、エクトプラズマ吐いてたいですよね。ということで、変わらずステルスで行こうと思いますので、温かく見守っていただけたらと思います。記念撮影とかには気軽に応じますけれども、流出だけはしない。